ヘイブロ、神口です。M4 ワールドチャンピオンシップグループステージ Day2。メナ代表オキュパイ VS インドネシア代表 RRQ 星。この試合は楽しみです。なんたって、あの男が帰ってきました。ゴッドレモン。M3 でも出なかったからね。はい。M3 でも出ず、RRQ と言ったら、ミスター RRQ のあの男が帰ってまいりましたと、ゴッドメイジレモン。今でもあの衝撃は忘れません。楽しみすぎる。もうそれだけで楽しみすぎる。オキュパイでもね、前の試合、かなりね、後半まくってはいたけど、RSG のな、丁寧さのプレーに勝てなかったんで、ちょっと変えてくるとは思うけども、といったところ、さあ、ドラフトピック先行はオキュパイ、ここは RRQ 星。RRQ 星はなんか大体誰がどんな感じなのかわかるから、なんか言いやすいけども。RRQ グルーをなんかどうメタるのかすごく気になるけども。3 early game heroes and then just 1 late game hero just in case something goes wrong, because this is one of the situations where since they're the favorites, a lot of people are looking at them to win, but is winning すごく熟考しております RRQ。 アナリストとかコーチがもう豊富だからな。And then let Lemon do that and give Skylar something like a fighter. Wow, it's happened before. I mean, here's the thing. It's happened before. Even if he wants a marksman, like give something like a Brody, like a Popol, right? Like you can get your advantages. セットリンとなるとグルーがオープンです。取らないのかな、オキュパイはグルー。取り得だけどね、あのチャンプはもう本当に取り得だけど。Oh yeah, glue. Okay, if they let go of glue. Like that's pretty confident. Yes. But if they can win, that 選ばれたのはグルー。それはそう。それはそうよ。はい。ピック率は1番6。勝率 100% ですからね。これをね、RRQ がどうカウンターするのか非常に楽しみ。っていうか、スカイラーいい男だな。前髪の上がり具合がすごいね。We'll have to see because R7 is the exterminator for RRQ and he's known to have a lot of rotation. みんな腕に湿布貼ってますね。なんか腱鞘炎なのかな、ゲームしすぎて。さあ、ファーストピック。グルーに対して何を取るか。フレットリンなんだね。グルーじゃなくてフレットリンなんだね。これをなんか止めれるかどうか非常に気になるけど。さあ、帰ってたキャリー。手前からフロントで落としていこうというキャラクター。強なキャラクターと、これレモンがカティタなのか、それともビンがカティタなのか気になるところ。さあ、ラズリーを連れてきました。まあね、フロントは、グルーで張れるからね、時間をかけてラズリーを育たせようということでしょうか。もう一枚はどうするか。RRQ 王国に挑むわけですからね、オキュパイも。ここは出せる限りを出していきたい。っていうか、これオキュパイこれ負けちゃうと、グループステージが3位、4位確定しちゃうんで、ノックアウトステージがロアバケットからですね。ノックアウトステージで負けたらもう M4 敗退になってしまいます。選ばれたのはガイ。いいですね。まあオキュパイの構成はすごくいいと思いますね。これジャングルが EXP グルーでも全然いいカチカチ構成ですね。ラズリーだけ守れればというところ。RRQ はこれ10アサチン入れてきたらおもろい。さあ入れてきました。ベラですね。これでバックラインはバックラインは入れちゃうよと。ラズリーで入りやすい。さあ4体目5体目の番なんですが、ミドメイジとローマーがオープンなのがオキュパイで、ローマーと EXP レーンが、オープンなのが RRQ。まあベラが EXP っていう線もあるか。というかグルーに対してベラっていうのは確かにありかもしれないですね。ファイター型のベラにして、ダメージ交換は負けないようにして、ウルトで入ってくるのであればウルトで抜けようみたいなムーブはできちゃう。選ばれたのはポークメイジのファーサー。お互い明治警戒かイブ、勝ち手はロームだと読んでということですよね。ラズリーを守れるかどうかゲーミングですからね。今オキュパイは完全にもうその選択をしたわけですから。
we are not これディガーとか入れてきたらめちゃめちゃオキュパイの構成強くなりますね。よく考えたら。But Lemon could have used it. Yeah, there are two flavors of Kadita right now. Mid and Rome, and both are just as lethal. And Lemon is well known to try and make those crazy plays. さあここはもう一枚何を選ぶ。いやそうだよ、ディガーめちゃ刺さってんじゃん。オキュパイ側がディガー取ったらもう大変よ。 I'm even thinking. いや逆に言ったら RRQ もディガーでもいいのか。 Use the Kadita, so use the でキャリーだけ守れればいいからね、フロントから剥がしていくと。あーエスタス。となるとまあ何かもう一枚火力を入れたそうな RRQ ですね。 Welcome. Welcome. Come on in. Yes, come on in. Here's that band that's got me thinking. Are they allowing the Savior and Fury because they take out the Estes? Do they know something? Because look, Maro's very vocal about, oh look, they banned the Estes. What's going on? Getting out the Estes, trying to make sure that they can get the burst damage. They don't want security, but in this situation, 残り1枚何をバンするか。 would be a better pick 選ばれたのは to フ try ァ and ニ hide the potential from RRQ. No, right now RQ. Like, ファニは取ってこないんじゃないかな。さすがにアーリーに寄せすぎるというか、2アサシンはめちゃめちゃリスキーだけど I ね。 kind of feel like banning out the Estes, they're probably thinking because again, the way that they play, they want to stick together, right? Making sure that Fury can deal the damage, as well as their gold laner. So they're like, maybe what RQ is going to do is they have a lot of burst damage, and burst type heroes don't like さあサポートキャラクターを入れたいのが RRQ。 dealt all of your skills And then it's undone. and then it's undone. So I kind of feel like this show that they want a lot of burst on their 選ばれたのは side. デ And now they ィスラー。なるほど、あってなるとジャングルベラですね。 Big boy. EXP でディスラーか。 This is not a drill, ladies and いや gentlemen. ミドディスラー、いやそれはさすがにないか。 Picked up by RRQ Hoshi. 何やってくるのわかんない、何やってくるかわかんないですからね、RRQ 星は。 That's a scary そんなワクワクさはあります。 No, it's an absolute さあ残り2枚オキュパイ何を取ってくるか。もう1枚ぐらいね、ラズリを守れるキャラクターも入れなきゃいけないけども、ダメージディーラーもう1枚、序中盤のダメージディーラーが1枚欲しいところ。 something that can punish that or stop that can be very useful. It's not even impossible that this might go in the 選ばれたセエア It's possible that this could go mid. セシリオン Right? Charisma? 超絶レイドですね。 Like a lane bully, オキュ right? パイ Why は not? Okay. It's RRQ on their opening day. 後半ワンチャン狙うっていう形。 Gotta make a huge statement, trying to show dominance, being one of the main フランコ Marrow on that Franco here. コメントで教えてもらったんですけど、オキュパイのフランコの人めちゃうまいらしいですよ。 There's a little bit of miss. さあこの構成不思議というか超レイトに寄せてきましたよ。ズングリムックリーズが結成されました。オキュパイさあ RRQ まあでもキャリーでねフロントは溶かせるけどバックライン入れるのがベラしかいない。 Banned, Saber's banned, but I think Sicilian's a better pick. アーリーで決めきりたさはあるよ。 Like Occupy Thrones. Can they reach that late game though? It depends because there's a Kadita, and if the Kadita gets rolling, it is a very oppressive presence, especially for a vulnerable mage like a Sicilian. さあ選ばれたのはザビエル。ロームカティダ超攻撃的なプレーをしていきますよ。フロントラインはねディスラーだけでも耐えられるという判断でしょうか。さあというわけで見ていきましょう。 RRQ のサポーターがめちゃめちゃ湧いております。このアウェーの中でねオキュパイ戦うわけなんですけども、かますことができるか非常に楽しみでございます。見ていきましょう。メナ代表オキュパイ VS インドネシア代表 RRQ 星。オキュパイはねなんかエジプトのチームみたいですね。よろしくお願いします。 Like going, you know, on and on, fight forever. Well, Glue doesn't really do well moving backwards. It's always a very じゃがりからどうなるかですよね。まあ、RRQ はもうアーリー、オキュパイはレイト、これも完全に分かれてますから、序盤の主導権からガンガン取っていきたいのが RRQ 星ですよね。 To the glue. Well, very surprising. we're about to find out because ただ、オキュパイはもうこのステージで一戦戦ってますから、ちょっとね、気持ち的にはね、こう、RRQ 星の方が緊張はあるんじゃないかなとは思っておりますが。 Saudi Arabian squad. And さあ、見ていきましょう。フランコのね、この新スキン I ね。 promise you, the game changer here, especially come the mid to the late game, are those perfect hooks. It's gotta come from Maro. He's on that skin as well. そうよね、 so it's 序盤は、 really 序盤でね、決め切りたいわけですからね、 something that RRQ は。 you get better when you use this skin. We'll have to see if that is the case for this particular game. He is looking for early advantage here. because it's a game with Franco. おー、 It's just フックやっぱ引っ張るね、彼。 But they're trying to trade it back. And for now,
This is gonna be the same pattern. Keep on doing that, and he さ will あ be 序盤の your ダ point メー when ジ you 交 use this 換 kid. は取ってい You っ get たの better. が Now, オキュパイ。 Arkiyoshi, sure, they get poked a little bit, but I kind of feel like Fury and Maru, they took a little bit more. Right now, RRQ, they gotta look at which part of the map do they really want to control. Same thing with occupied drones. さあフランクはトップに移動しました。これストーンタートルの主導権は RRQ が握りそうか、そうすると。 ただ結構フランクを食らってしまった。 We could figure out if really that Terizla is the answer, or at least this kind of lineup and this approach could be it. We're about 40 seconds away from the first turtle. ストーンタートルの主導権は RRQ が握っている形。 Given God of Hell. Well, Arkiyoshi like playing for the gold lane. Skylar is one of the だ main. そうこれだよね。グルーはね HP 回復するからね、あれでね。ずるいよね。 Specialist actually has a lot of healthy damage in the early game. Albert right now will be colliding with Leo. Just spawning him out right here. In the XP lane, that's where the real fight is going on. さあ入っていった。いい火力。フラッシュアウト。ウルト？これはウルトでカウンター。いやー、むしろフラッシュ入ってきた。逃げ切っていくファーストブラッドは RRQ 欲しい。ディスラフラッシュね、ウルトにフラッシュ合わせられるようになったからね。強いよね、今ね。ベラもでもこれタンクビルドか。 now it looks like in terms of the laning phase, R7 is really controlling Hulk, making sure that he doesn't get ahead. And he has to be さあ序盤立ち上がりでグルーを落とすことに成功しましたが、グルーを4レベルからが本番ですからね。さあここのカップ、まずよく見つけたワンピック。これでフランコがいなくなりました。タートルファイト。ベラはまずダメージ交換。ウルト、うわー、ただ取っていった。スティール成功。オキュパイ。グルーのウルト捕まってはいますが、まあディスラーなんで耐えられるという判断でしょうか。 さあタートル獲得はオキュパイ。仕掛けとしてはね綺麗でしたけどね、 RRQ も。 I kind of think like it might have been the slam, but either way, that we did not see that coming. And right now, さあこれどうだ。 catches Maru, but looks like 避けていく。 not that big of a ウル problem ト。 just yet. これは逃げ切れないんじゃないか。逃げ切れない。あわよくももう一枚ベラ持っていったところでしたが。怖いねこのズングリムックリーズ。ただキャリーのファームがめちゃ速い。ここでラスティ完成しました。キャリー。さすがのスカイラーボーイですね。 RRQ キッズですからね、スカイラーは。 RRQ とともに大きくなってきた。さあこれスカイラー捕まる。いやーよく下げた。逃げれるか。フック。フック当てるなー。さすがにこれは逃げ切れない。 チャンスメーカーですからね。フランコはね当てたら最強、当てなかったら価値がないわけですから。当てられるフランコほど怖いものはないですよと。さあここでキルは2対2に変わりました。お金さもトントンです。いやむしろオキュパイが若干逆転しましたね。これまあ8まで持ってきたくないですよね。 I love it, but that was a very interesting interaction between the Franco Iron Hook as well as the Hurricane. さあ2体目のタートルファイト残り10秒です。これはディスラーも合流しますね。 But the potential for it is huge, right? Like that's massive displacement. Massive displacement, that's for sure. And now RRQ just circling around this turtle. They're looking for a way to maybe capitalize on a fight at the same time. ここはお互いセットポジション。いやータートルファイト取っていった。さあこれディスラー捕まっている。逃げ切れるか。ノックアップ入った。動けない。むしろこのまま3枚目持ってかれるんじゃないか。持ってかれた。さあこれで20交換か。20交換とタートルも取られてしまった試合内容としては RRQ が劣勢です。よく当てるマジで。
プラスだとここはさすがに握っていく。まいやめっちゃ当てるじゃんフック。 The ultimate sniper cooldown. What's going on here, Leo? Oh man. スナイパーって言われてる。 Okay, ahead and they're taking control of the lower part of the フラッシュウル map. ト R7 is これは逃げ切れない。タワーダメージお見事 R7。 tries his best to try and turn it back. He is just way too low though. The torrential damage is insane. さあここは But on the other side, 1枚 the Valkyrie 回収成功。フランコはね、そうタンクの中では柔らかい部類ですからね。 scrappy matchup. We were just saying how Occupy Thrones ただ試合展開としてはこれオキュパイがやりたい形にはなっています。タワーも守れていて、かつまあラズリーがねノーデッドっていうの素晴らしいですね。 This is Arashi's home, guys. Like, I like violence. Don't you like violence, Arashi? early game さあお金ですが、まさかのキャリーとラズリーのお金差見てください。これ Answer the question. Do you like 800 violence? ゴールド差ぐらいついてる？違うか、嘘嘘。 Look at the 1300ゴールド。いや嘘嘘。600ゴールドか。 Occupy Thrones or even Arkeoshi to have violence on demand. ラズリーと渡したくないね。 I'm looking at yours like さあ he's フランコの very, ウ very ック売る aggressive と、 because フランコのウルトのエフェクト派手すぎやだろ。 as well as Axe, so it's like, yeah, screw defense. We'll build that later. I want damage right now. I want to make sure that I can get ただ a アルベル on his ト build. はちゃんとアルバートはちゃんとねこう育っている。いやガイのウルトは弾いていく。まだ手前から瓶からでいいと。 逃げ切れない。 That will be a kill for Occupy Thrones as RRQ. They go for a bit of a weird fight as the turtle is パティ actually タが gone. 結構狙い撃ちされてるもしかして。 It's a 4v4. And in a 4v4 like that, given that there is a Franco, Occupy Thrones is way ahead. フランコがいるからね、これ怖くて入れないよね。 They're starting to read what RRQ is all about. Albert taking a lot of damage, and I kind of feel like that's kind of what's happening towards the entire game, where he's さあ everywhere. 超レイト構成なんですけども、 Just finished his Berserker Fury, and for Leslie, that is a huge power spike. Ooh, Albert goes in with the upper final blow, trying to make さあ it 初勝負 into the turtle. 取っていったかーい。 It's taken by Leo yet again. He will pay the price for it. 偉すぎるこれリオが。あフランコフック当てた。 Being used by Maro. ただ火力で押し切っていく。よくこれは我慢しました。 ディスラー偉い。 Actually forced to back away, but RRQ they clap back from that play. さあただ3体タートル取られましたね。オキュパイや With る。 that kind of engagement, I had my eyes on Maro, and he had his eyes on Skylar, and it was so close. He could have taken down RRQ. さあかつトップルートのタワー折られてしまったんで、これはレーンのスワップするか。いやボットのこれファーストも折れちゃいますね。リプレイです。リオのハント勝負強ない。さあこの後ですよね。裏しっかり狙って、いやーフランコのフックが綺麗に決まってと。ただねキャリーがこれで引かないで前に前ブリック切ったらすごいね。さすがのスカイラー。やっぱ死なないと判断するでしょうか。さあこれはハルクフラッシュウルト逃げ切っていくが、これは帰れるでしょう。 Fortunately, the regeneration is way too much. Now RRQ once again trying to establish a foothold. となるとこれもう RRQ はゲームプラン変えていかなきゃいけないですね。キャリーを育てないといけないと。 This is very characteristic of Occupy Thrones. It's not clear that they're winning, but the fact that Leo is sacrificing. どうだこれは逃げ切れないフランコフックはじゃあ当てすぎだろ本当にさっきから。 ただラズリーいい火力。ただこれカディタも逃げ切れないんじゃない。逃げ切れない。さあラズリーを落とすことに成功したんですが、いやこれもう一枚落とせば大きいなすぎるレモン。ただレモンがシャットダウン。すごいキルゲームになってまいりました。これミドのファーストもギブですよね。 RRQ まさかのオキュパイ優勢グローバルゴールド 2.8K 差。これは誰が予想したことでしょう。いやマレーシアのキャスターだけはねこれを予想してましたね。ただこれねオキュパイねオキュパイね多分ここまでですね。はい次の試合からフランコ確定でバンされるんで、もうそうなるとどうしようもないかもしれない。 That could have been really, really disastrous for RRQ. All right, so far, key for RRQ to regain control is vision. I think they need to watch out really for where Maro is and the angle that Leo is. さあロード周りこれそうだね。セシリオンがフランコフック当てる。さあこれで勝ちた落としました。マジで当てんねフランコフック。さあむしろこれロードまで取って安定したい。オキュパイ。 And Albert right now he's having a tough time to actually get in range
to the Lord R7 at the front. And right now, Hulk is doing 1v3. Hawk is zoning everyone away た from だ the ハン Lord. ト All these シャットダウン回収はできたんですがロード獲得はオキュパイ They are powerless to change the outcome. やばいだろマジで当てすぎ本当にただこれは Now, you can see セシ逃げ切れるフラッシュアウトただガイも入ってきた as Leo follows up. 勝てた Again, late to the party ウルトはギリ合わず as Leo just taken very, very low. むしろ Look at the 一打打ち抜いた party. よくやりましたレモンですゴッドメイジが窮地を救いました Boy, oh boy, does Occupy Thrones appreciate this kind of gameplay. They're 2K ahead. I'd say this Lord was worth it ただ despite the ラズリーの育ちが気になるうわーめちゃ金持ってるあでもあれだねキャリーもしっかりさっきのシャットダウンボーナスが大きかったかシャットダウンボーナスのおかげでまあまあお金はね拾えましたから So right now Lemon has to find a way to get a little bit more gold onto his hands so that he has extra damage going on to the side of Occupy because again the Dawning Light secured a kill. Perfect, amazing. これフランコやばいね引っ張りすぎだろ He goes in front. He has to be careful because with Maro hitting all these hooks, that's This amazing. play being used by Occupy Thrones though, looking for an opportunity. Albert goes in to clear the Lord, but look at the side lanes. Leo already pushing Vin away. さあまずはこれは1枚回収からでいいとただフランコは落とされたむしろこのままキャリーが入っていくフラッシュ Jumps in forward aggressively. Albert as well. Chuck down. めちゃめりリオは逃げ切っていく One grandma, one, but look at down あと一発でしたね通常いやただラズリーの火力はえぐい Alien, baby alien. He's gonna be He's fine. covered by R7. That is a very, very close あ situation. レモンのねウルトの精度やばいねさっきからね実はレモンウルトでもう2回か3回抜いてますからね Sees Vin, they are not pulling これは楽しみになってきましたがオキュパイがやばいただ次の試合から絶対フランコバンされるからオキュパイどうするんだろうは思うけど Right or wrong, as long as you act on it, you will get results. And Make this- it right. Make it right. I like what they're doing right now. They're not being scared. They're not trying to run away. They're trying to fight back. And now with a 2.4k gold lead, and it looks like ラズリーのウルトでこれ視界取るの結構いやらしいねでフランコがね自分得意なポジションから引っ張っていくと He still has to be careful, but this does show that RQ they're feeling the heat from Occupy Thrones. Occupy are the ones going for the purple buff right now. さあ Leo まずは手前からでいいとここはフラッシュアウトグルーが入ってきた入ったいやーでもこれは当たらず グルーも耐える Oh wow, they're scrambling each other. They're scrambling each other. お互いここはノーデッドとなりました Hoshi here. That could have been lethal. お And again, they え are down maybe one major core item, but they knew that this was not the fight to take. And I think Occupy Thrones also just had to think twice, like, no, don't. I just like that right now Occupy Thrones they're really running very very fast because in that previous fight they were able さあロード速タッチいやこれは分かっている RRQ てかここは取らしたくないよね Lord RQ how will you respond Vin gets spotted byう the わ side. Maro makes the 危な play, but it doesn't land. 怖すぎマジでフランコ As RRQ look at that opportunity, they see ただグルーが裏入ってきたバックラインこれは逃げ切れないんじゃないかタビルいやーカティタがよく見ていた1枚回収成功さあただロードまだ継続しているこれはまずいんじゃないかいやロードギブになるかこれいやでもガイが2枚入ってるカティタ落としたがただガイが落とされたとなるとこれロード触りたいのはいやどうだむしろ落とされたただロードは獲得成功したのは RRQ 欲しい痛み分けとなりましたがこれキャリーにキル入ったの大きいですね They served them all up to the goat. Lemon just had フ them ラ all ンコ set up. 怖フラッシュ1スキまで使ってくるの And the か swing. Oh my lord. RQ Hoshi now back in control, scoring that lord. That's a Luminous Lord. Yeah, right now, ただこれラズリーがもう3コアできてて4コア目これでもあれかあれなんだっけ名前忘れちゃったなディスペアじゃないんですねオーシャンエッジだオーシャンエッジに行こうとしてますねでセシリオンがもう3コアで火力はもう出せますよといったところ Something to point out, he's not picking up the 本当はもうここまでにもうセカンド全折りぐらいまで行きたかったんですけどねブランコが当てるこれはフラッシュアウトなんかのウルト入ってればでかかったんですけどねカティタの瓶のねカティタがね今ノックアップ当てましたノックアップ当てたんでね偉いですね
But I was saying, Wind of Nature, Skylar's not building one because Leslie is not a marksman you build the Wind of Nature against. Yeah, true damage, man, not physical damage. And right now, RQ with just one Lord. さあでもいい火力レモンのザビエルです。 It is not big, but considering they've been on a deficit for like 2,000, 3,000, 4,000, this is huge. This is great. But again, looking at how Maro is playing this Franco, he could really change things around if he could get Albert, Lemon. I don't think he's going to get Skylar, but if he does, then, dude, Occupy Thrones, they're going for it. Lemon right there with a Dawning Light is able to chunk Gado down to half HP. 時間は15分ですね。 If they can do that again and again, they can almost get a guaranteed 4v5 in these big objective takes. Yeah, no, more likely they are. I mean, the time that Skylar and Albert bought for Lemon is going to pay. おっとプレスイン入ってた。これは逃げ切れないんじゃないか。逃げ切れない。ただガイをウルト使うまであったか。オーバーキルすぎる気はするけども。 Can I just say, LaFell, that was overkill? I kind of feel like they have ただカティタがこれで落とされた。 Yeah. That was highly unnecessary. フロン前張れないからね、カティタだとね。 Yeah, it's like specifically. ただこれサード折れちゃうんじゃない？あ、折れちゃった、もったいない。 That is the pressure being exerted. なんで得意キャラでしばき上げてるイメージはあるけども。 Going for the purple buff will be able to secure it away. That's unfortunate for Albert. Oh, well, I mean, I was going to ask if that was worth it, but yeah, no ults were harmed in the stealing of that purple buff. So yeah, that was worth it. I mean, like in Was this. just a hook. I mean, like okay. ラズリーももうオーシャンは完成してといい火力出ますよ。 If you're not gonna fight in the next 30 seconds, Why not? 40 seconds, it's fine because again, you want to create some kind of psychological pressure. And Arsene 集団戦でまくれるかどうか。 But look at the Dawning Light. Gado is half HP. The snipe does not land on the right person. Skylar being chunked out, but not nearly as badly as Gado was. さあロードファイトの時間で The す。 draft between RQ and Occupy Thrones now in hindsight is so multi-layered. It's so オキュパイはもうロードワッチ始めた。ラッシュする判断かこれ。いや反転には絶対なるとは思うけども。いや引っ張った。これも落としていく。さあロード勝負になるか。いやただまだ余裕があるのはオキュパイ。オキュパイまずはキャリーを止めたいか。いやここは逃げ切っていく。いやベラのウルト。いやー1番落とした。さあこれハンド勝負。シャットダウン。アンストーパブルキャリーが止まらない。ただロードを取ったのはオキュパイ。2-2交換となりました。ただねこれラズリー落とされてるからキャリーでもキャリーが耐えられないんですよね。ザビエルがいい火力出ますね。was the damage dealers. And right now we're gonna look back at the replay because a lot of things happened. So let's break it down in this instant replay where the fight around the Lord. Look at Leo. He's リプレイです。これガイねめっちゃ削れてるんですよねここでね。 for everyone to come to the front because he's like I don't have to force this. でここハンド勝負ね。アルベルトはねハンド勝負いなきゃいけないですからね。 Skylar is baiting. Once he sees the bait has been took, he goes in front. He doesn't care. He いやでももう怖い時間帯入ってきましたよ。ムキムキラズリーです。あーディスペアまで完成中究極完全体ですねこれで。なんでもうセシリオンとラズリーでもう息できないんじゃない？ Oh, that was just a. Was it a Evolve Lord? Wow, Luminous Lord, and look at Ghost Gaming. Even he's like very hyped for this game. Of course. Yeah, Ghost is like, let's go, let's go, let's go. He's a one-man. 怖すぎるマジで。 He's up against the whole kingdom of RQ, but Maro I don't right like here, his odds. all the hopes of Occupy Thrones are on Maro right now. He is the man that they rely on, and along with that, 未だかつてこんなにねフランクは怖かったことあるかって話ですよね。 So we're about a minute and a half until that next Lord. You think we're gonna get there? You think we're gonna have to wait for this, or is somebody gonna pull the trigger? I kind of feel like we have to, and I kind of. This is a situation. RRQ がなんか試合展開というかタワーとかではね RRQ が押してるんですよね。ゲーム内容を見るとあーてかオーシャンエッジからディスプレイに変えてるんだ。オーシャンじゃないオーシャン買わなかったんだ結局。 They could create a very good situation because, in my personal opinion, ただこれ1回の集団戦でまずはもうラズリー絶対落とさないとダメですね。 All right, so they turn on heroes. It's so dangerous right now because both teams can scout right here. Lemon with the Dawning Light and Gado with the snipes right here. That is exposing everyone and allowing Vin and Maro to attempt that play. Unfortunately for キャリーが落ちるかキャリーブラッタックス積んでるのおしゃれですね。これでまあちょっと食らっても回復しながらというところでしょうか。 I think this is the one game changer.
Leo has to always be with his team to make that play. And again, that's what I'm saying about Albert since about minute 3 or 4. The Benedetta is the proactive one. Yeah. The Akai has to answer back. The Akai, you can see his plan from a mile away. 火力頼りのキャリー頼りですね、火力は。ザ・ドッキドキドンのロードファイトが始まります。They have to sacrifice one lane, and what lane it is, Albert will go and attack it. And Skylar, he's been in so many fights in his life that he understands that because of the short range of the carry, you can't be too aggressive. But the moment he sees certain skills have been used, then I'm gonna go. If you catch me, catch me. But I will die, and I will bring most さあ、ロー of ド you タッ with チ me. 先に始めたのは And look how it RRQ。 started. RRQ Hoshi made the call. Ooh, Ironhook does not land right here, so RRQ they have a lot of options to play around with. ラズレイのウルトにザビのウルトカウンターしてくるのやばいね。めっちゃ食らうじゃん。 In position though to try and make this a very difficult contest. The Retribution battle has not been favoring RRQ, so Occupy Thrones are very happy to make the plays happen. The flicker is being used. Unfortunately, the hook フランコの does ね、 not 仕掛けフックが決まらなければね、いいけどね。 in a more パティ aggressive と manner. Pay attention to Vin. パティと Look at him. He's trying to make sure he gets the right play at the right time. They see him though. Conceal is being used, but he's まずは勝ったワンピック。 ラズレイフラッシュアウト。ウルト弾いて。いや、ただガイがこれ逃げられないでしょう。となるとこれロードはロード取っていたのは RRQ。 One man down from both these teams, but that is very, very valuable for RRQ right now. LaFell, you said it right. At the end of the day, whoever turned on heroes first and whoever makes that call will win the fights. And RRQ Hoshi, they did just that. レモンの They ザビエル baited の out 当て the 感 ults えぐ。 first, and then eventually, yeah, you can separate Skylar from us, but the call is still there. I actually like trading Vin there because he gave vision. ただ結構もう摂氏の火力もえぐいよね。 HP is below 50%, he will not キャリーを落とせるかどうか。 was not in like 2/3 of the fight just now around the turtle pit, around the Lord pit. Arkiyoshi really took that advantage. Like, yeah, kill Leo, get the Lord. 18分ロードがやってまいります。 And they actually survive with RQ here pushing with this evolved Lord. RRQ trying to make sure that the waves are on point right here. The Lord is カチタが毎回怖い位置に入ってくるんでね、フランコのウルト吐かされてると言っても過言じゃないんですよ They need to ね be。careful though. At any moment, Maro can make the play happen. His flicker is not available, フラッシュウルト unfortunately. 綺麗なの入ったさあ集団戦継続したいところただガイのウルトがあるここは取り残された R7 むしろまだ行く判断1枚落ちた2枚目帰ってはきた帰ったノックアップこれは綺麗に決まったキャリーがいやーラズリ落としたとなるともう残るはベースだけグルーだけじゃ守れないんじゃないかこれはいやーウィンターロットおしゃれいやー最後はしっかり勝ち切っていきました RRQ 欲しい試合内容としてはめちゃめちゃ怖かったけどね To RRQ Hoshi, but what a match! What a game! The debut of the King of Kings here, going up against Occupy. めっちゃ嬉しそうめっちゃ嬉しそう All the way. And what an amazing いやー showing ゴ by ッド both. メイジ窮地を救いました Valley United belated birthday buff? 試合内容はね19対22ビンのねまあカティタが11ですとただまあビンのカティタが全てのねこうデスをね吸収してるようなイメージですよね That's cool, but I kind of feel like that's a little bit too greedy. Like legit, I think that because the way that I see これもでも it, オキュパイもうフランコ使えないですよこれ怖いですね extra movement speed because I think like that's what he needed because everyone's chasing after him. He needs a little bit of movement. またスカイラーのねキャリーはねちゃんとこれ生きてくだしてましたからね偉かったダメージ見ていきましょうはい一番お金持っていたのはスカイラーで一番火力を出したのはレモン12万出てますそうねまあフランコは光っていたけどもそのラズリーとねセシリを守るまで耐えられなかったですねこれの構成狙うんだったらキャリーバンしてもよかったかもしれないですねうんオキュパイはキャリーと琥珀とかバンするの面白かったかもしれないけども Yeah, no. Very good, Leo. reminds いやー me- でも reminds 帰ってきましたよこの男ゴッドメイジレモンが MVP はこの男いやーめっちゃ当ててたもんなレモンウルトてかラズリーのウルトに対してカウンターするの面白いですねさあというわけでこの動画はこれで以上でございますまた次の動画でお会いしましょうバイバイ